ルランドから日本へやってきて自分の学生生活を導いてくれたトレーナーと結ばれつつましく目白シティで暮らしていたら元婚約者が現れ幸せな生活を壊されてしまうファインモーション。ふるさとのアイルランドからトレセン学園へ留学しに日本にやってきて様々な出会いがありました。美味しいラーメンにかけがえのない仲間たち。そして何よりトレセン学園で私を導いてくれた専属トレーナー。今では愛しい夫に、二人三脚一心同体な学園生活の末トレーナーと結婚したはいいものの様々な国際問題があって私たちの未来に暗雲が立ち込め、私たちは逃げるように目白シティという街へ身を寄せました。そんな無法地帯にファインがいちゃダメだよ。ファインはボロアパートでもニコニコしてそうだな。でもたとえ駆け落ちだとしても本国が周囲を徹底して監視してそう。様々な国際問題でダメだった。国際問題いいよね。神田運河の川沿いにある小さな古いアパートが私たち夫婦の住まい。今日のお昼は一つの小さなお鍋で即席ラーメン目白製麺を二人で分け合って食べます。具はもやしと外国産鶏肉だけのラーメンで空腹をしのぎます。鍋に水を入れたら沸騰させて外国産鶏肉と麺を茹でていきます。もやしはレンジでチンです。もやしで味が薄くなるので少しだけ醤油を入れます。それを二人仲良くつついていきます。二人で食べると美味しいねと言うとトレーナーも同意してくれます。雑穀米をお茶碗に盛って仲良く米と麺という炭水化物の不健康なつつましい食事の時間を過ごします。そして食後は二人仲良くラジオを聞いたりして過ごします。つつましくもとても心地の良い生活。愛しい人が隣にいるとどんな時でもドキドキして嬉しいものです。こんな日がずっと続けばいいのに。入念なラーメン業者でダメだった。炭水化物の過剰摂取が懸念されますね。だがそれがいい。ラーメンで精のつくようなアレンジって何を入れればいいかな。とりあえずニンニクは入りそうだが。レバーとニンニクの芽をオイスター醤油で炒めたのを乗せる。うまそうだな。バラ肉とキャベツでもいけるよ。醤油ラーメンにオイスター炒めは合う。この前テレビでやってた鮭の切り身をフライパンで焼いて火が通ったら身はすべて出して皮だけ焦げるまで焼いた後水を入れて沸騰したらマルちゃん製麺塩味を入れてそして茹でた後さっきの鮭の身とネギを入れて少しだけバターを入れたのは美味しかった。そして夕方は二人で横丁にある目白銭湯へ向かいます。南こうせつの歌にあるような銭湯で中もなんというか富士山の絵が壁に描かれているとか本当にイメージから出てきたようなお風呂です。しっかりと体を清め温めて出るともう彼は出ていたようです。すでに髪は芯まで冷えていて。本当にごめんなさい。ですが彼は優しく待ってないよって言ってくれました。二人でフルーツミルクを買って分け合って飲みました。そして町中華の目白飯店で一杯の中華そばを二人で分け合って夕食を終えました。部屋に帰ってきて二人でちゃぶ台を囲み彼がトイレに行くと玄関からノック音がしました。押し入れからマネキンを取り出して玄関に向かい誰ですかと聞くと探したぜと私の王族時代の元婚約者が扉を開けて入ってきました。会いたかったぜファインモーション、俺の愛しい婚約者。ここにいるって誰から聞いたの？私は会いたくなかったのに。だって今の私には愛しい人がいるから。音がするとトレーナーが倒れていた。何が起こったのか理解できないでいると元婚約者の手にはリボルバー拳銃が握られていた。そんな、日本に銃を持ってくるなんて。あの鉄砲最近置いてないんよね。100均行ってもなかなか見当たらん。今思うと火薬むき出しで危ないよねあれ、感触玉とか。これでお前を奪ったクソ男はもういない。愛してるぞ。ファインモーション。本来こんなのに担当に愛を囁くときはガチトーンになるの好き。トレーナー、しっかりして。銃撃されたトレーナーを必死に揺り動かす。トレーナー？よかった、まだ生きてる。でもこのままじゃ死んじゃうよ。銃撃されちゃったんだから。俺の言う通りにすればその男を助けてやる。どうすればいいの？なーに、難しいことじゃないさ。ごくり。一心同体になろうや、ファインモーション。臭い息を吹きかけつつ元婚約者はそう言って彼女に選択を迫る。さあ、どうする？わかったよ。引き分けがいいじゃねえか。大切な人を守るためだから。元婚約者の卑劣極まりない要求に悲壮な表情で彼女は応じる。でも約束して、トレーナーを助けるって。
安心しな、俺は約束は守る男だからよ。ごめんなさいトレーナー。私は元婚約者に抱かれます。元婚約者は布団を広げると彼女を強引に布団に押し倒し強引に唇を奪った。ラーメンの味がするよ。そして服を乱暴に剥ぎ取り洗濯機に放り入れる。夫以外の男性には見せない肌を。つつましい胸を。桜花賞を。菊花賞を。元婚約者にさらしてしまうことになったがそれも大事な夫を守るため。彼女に後悔はなかった。もういいでしょう？トレーナーを助けてよ。元婚約者が弾を打ち尽くし望まぬ一心同体を終えたところで彼女は言う。そうだな、すぐに痛みから解放してやるぜ。懇願する彼女の言葉に応え元婚約者はトレーナーのそばに立ち。こいつは楽しませてもらった例だ。トレーナー？二人の愛の巣に火薬の爆音が弾ける。これでもう痛くなくなったぜ。そう言って元婚約者はもう動かないトレーナーを蹴り転がした。やだ。信者やだトレーナー。さて、インターバルはそろそろ終わりだ。第2レースと行こうか。そんな、もう回復したの？大事な人を奪われ、己の生きる意味さえ蹂躙され、抵抗も虚しく元婚約者の欲望のはけ口にされるのであった。っていうプランを目白シティで楽しんできたよ。そうかよ。もうすぐ目白市長のナレーションが入ったプレイ映像が届くから一緒に見ようよ。誰が見るかよ。それで？その話をなんで俺にした？やっぱり目白シティのイメージプレイってトレーナーとの距離感を詰めるのにとってもロジカルだと思うんだよね。そしてロジカルな話ならシャカールに話さないわけにはいかないでしょ？ロジカルでもなんでもねえよバーカ。とりあえずシャカールかわいそう。シャカールはないでいい。いずれシャカールもこのサービスを活用するようになる。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。